おはようございます。狭い道の先にあるのはもちろん絶景。開けとるね。朝の澄んだ空気の中、訪れたのはこちら。天草諸島の最高峰、標高682メートルの倉岳。その山頂にあるのが倉岳神社です。すごい。めちゃめちゃすごいよ。めちゃめちゃすごいよ。次は天草の新鮮な海の幸をいただきます。着きました。朝から贅沢にウニ丼です。見てかな。予定変更、U ターンして天草の窯元へ向かいます。1階なのかな。かわいいね、これ。ハートになっとる。丸焼きって天草の焼き物？天草の窯元になります。天草すごいたくさん窯元があってですね、有田焼みたいな感じで決まってないので、もう本当にそれぞれ窯元さんで、地名がついてる窯元さんもあるんですけど、昔からされてるところですね。あとはもうお弟子さんで出て行かれて、ご自身で窯を開かれて、いろんなところでされてるっていうのがあるので、もうここはもうすごい今6代目なので、すごい長く続いている窯元ではあるんですけれども、丸を先でところがちょっと行ったところにあるんです。そこで土を取ってたので、昔はですね、丸尾焼きっていうお名前にされてるみたいです。そうなんですよね。ゆっくり見られてください。ありがとうございます。わかりました。2つ買う？同じやつを買なんかちょっとほら色違うよ。これにしよっか。ちょっとどうする？どうしよう。今ね、3つあるけん、そのうちの2個ば選ぼう。こっちだな。こっちかな。どうしよう。どう思う？ちょっと色違うけん、これとこれにする？こっちとこっちだ。多分ね、結構。丸健水産に戻ってきました。こんにちは。はい。はーい。窓際に座る？ここに座る？天草といえばウニ。今の時期はガンガゼウニですが、3月上旬に解禁される紫ウニは、ウニ嫌いもウニ好きになると言われるほど絶品。ちなみにイルカウォッチングはこちらがお得です。
注文したのはもちろんウニ丼。天草でウニをいただくのはこれで2回目。数年前初めて口にし、臭みのない甘く濃厚なうまみに感動。ウニ飯ってさ、天草に来たらウニを食べると決めていました。ウニ丼にはウニを炊き込んだウニ飯を使用。臭みがなく食べやすかったです。小鉢は魚の南蛮漬けとめかぶ。ガンガゼウニは少し磯の香りが気になりました。どの食べ方が美味しいか。あの時食べたウニは紫ウニだったのかもしれません。春にまた来ます。車で走ること25分、下田温泉に到着。無料の足湯が楽しめます。源泉かけ流しの天然温泉。お湯の温度は42度ですが、気温が低く、源泉の近くじゃないと寒かったです。切り傷や疲労回復に効果があります。次は世界文化遺産に登録された天草の佐吉集落へ向かいます。はじめに訪れたのは佐吉カトリック教会。ここは禁教期に絵踏みが行われた場所。キリシタン弾圧を象徴する場所に教会を建てたいというハルブ神父の強い願いにより、1934年、復帰の象徴として建てられました。佐吉資料館港屋。キリシタンの弾圧と潜伏時代について紹介。なぜ佐吉が世界遺産に選ばれたのか、その答えを教えてくれます。貝殻内側の模様を聖母マリアに見立て、身近なものを神神具として代用。表向きは仏教徒となりつつも、250年以上もの間、密かに信仰を守り続けました。禁教期に祈りを捧げた神社、佐吉諏訪神社。心の中でアンメンリウス、アーメンデウスと唱えていたそうです。ついにキリスト教は復活へ向かいます。日本開国とともに外国人居留地に建てられた大浦天主堂。そこで潜伏キリシタンたちが信仰を告白する信徒発見が起こります。厳しい迫害により日本の信徒は途絶えたと考えていたヨーロッパ諸国。驚きと感動をもって伝えられ、世界宗教史上の奇跡と呼ばれています。
長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産。祈りの歴史と穏やかな暮らしが今も静かに受け継がれています。かかしかと思ったらこれはかかしじゃないんだね。ちょっとユニークな道の駅に寄り道。歓迎してくれたのはたくさんのかかし。表情豊かなかかしは地域住民の方の手作り。ここでかくれんぼしたら面白そう。3月下旬から5月上旬に行われるかかし祭り。約600体のかかしたちが表情豊かにお出迎え。その時の楽しそうな様子が展示されていました。廃校になった小学校を再活用した全国でも珍しい道の駅です。かつて子どもたちの声が響いていたこの場所で、今はたくさんのかかしが待っています。ここにいるかかしはみんな笑っていてすごく幸せそう。静かなのに賑やかな声が響き渡っているような不思議な感覚でした。こちらの部屋では何やら作業中。顔作りから始まって、こっちでは胴体作りを担当。洋服を着せたらかかしの完成。かかしを作っているのももちろんかかしです。町の人口よりかかしの方が多いという衝撃の事実。中の様子を覗いている子供がいました。今日はかかしの結婚式。こうして新しい家族が増えていくのでしょう。何もないと思われていたこの場所に明るい風を運んだかかしたち。かかしを通して地域の方のぬくもりを感じる道の駅でした。帰りは鬼池港から口之津港へ渡ります。今回私たちは1月に訪れましたが、ウニもイルカもカカシも春がおすすめです。もちろん一年中出会えますが、せっかくならベストシーズンを狙いたい。行きたかった場所に行けて大満足なのですが、少しだけ心残りが。
草グルメを満喫できていない。天草にはまだまだ美味しいものがあふれています。また訪れる理由ができました。おすすめのお店などコメント欄で教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。また次の旅でお会いしましょう。